こんにちは。札幌で陶芸やってます橋本忍です。今型口をね作ってて、型口を削ろうと思ってるんですけど、どうせなんでね、僕のね型口を削る時の僕が注意してることとか、なんかそんなことちょっとそこら辺をね共有していこうと思います。よかったら参考にしてください。昨日作った型口ですね。ちょうど削り時ですね。まだぐにゃっと曲げれば曲がるぐらいの感じです。これをまず削っていくんですが、これこのまま今の状態だと、ほぼ丸ですね。円なんですけど、型口の場合は僕はちょっとねたわませるんですよ。で、そのたわませるタイミングなんですよね。できれば今この削る前にたわませた方がいいと思ってます。で、場合によってはね、もうたわませらんない時もあるので、そういう時は削り終わってからたわませることもあります。今回はいい感じにできているので、たわませてから削ろうと思います。なんで先にたわませるかっていうのはね、後で削りながら説明していこうと思います。じゃあたわませますね。これ今割とね丸のまんまです。これを今の段階で少しこうティアドロップ型です。雫型にちょっとたわませてやります。こうするとね、型口って注ぐ器じゃないですか。こうティアドロップ型になると注ぐ気満々になってきますよね注ぐオーラがすごい出てきます。よし、はい、わかりますか？結構たわませました。さっきのと違いわかるかなはい、まずこんな感じで、たわませます。そしてここから削っていきます。削りにはシッターを使いますね。素焼きのシッターを使います。器をねたわめてしまったので、口が水平じゃないんですね。だからそのままベタっと置くとちょっと斜めになっちゃうんですね。なので、シッターを使ってやっていきます。素焼きのシッターは水につけておいてください。今ねちょっとあんまり水に使ってなかったかな。上に粘土を乗っけて、でこの粘土を削っていきます。削って平らにします。この乗せるところもね、この上面が平らであればいいっていう考え方もあるんですけど、僕はなるべく全体的にね均一な形になるようにやります。なぜかというと、高さが一緒でも厚いとこと薄いとことかねあると、器を乗っけた時に圧力で偏った落ち方をする可能性があるんですね。偏ったへこみ方をね、この土台の粘土が、そうするとこの片口ぐらいならいいんですけどね、ちょっと場合によっては、細長いものなんかでねそういう動きをされるとちょっと嫌なので、なるべくここも綺麗に形がね均一になるように削っていきます。細かい話なんですけどね。よし、これね楕円なので、普通にね円を削るような感じでやってしまうとちょっと片べりというかねしてしまうので、そこを気をつけながら削っていきます。で、中心をまず楕円の場合ですね、
こういう楕円にしてしまったものの場合、中心をどこで取るかなんですけど、中心はこの、一番根元ですね。上の方はたわめたので正円じゃなくなってるんですけど、ここね、高台近くの腰回りっていうのは割とまだ正円を保ってますんで、その正円を保ってる場所で中心を取るようにします。この削り方に関しては以前も片口の削り方っていう動画を確か出してると思いますので、そちらをねちょっと参考にしていただければと思います。よし、これでいいかな。はい。これで今、この腰のあたりでね、中心取ってます。で、水平に関しては、さっきのね、土台がちゃんとしてるとか、あと器の中身がちゃんとしてるっていう前提であれば、こうやってね、普通に乗っけただけで水平は取れてるはずです。じゃあ削っていきますね。で、このね、先にたわめていい時と良くない時、どう違うのかってことなんですけど、まず削るところが極めて少ない時、こうね、端の方とか外側に行くに従ってちゃんとうまくできているってこと。だからこの腰回りしか削んなくていいよっていう時ですね、まずは。さすがにね、この楕円形ティアドロップ型からティアドロップ型を削るのってね、難しいですからね。この円運動の中で円じゃないものを削るっていうのはすごい大変なので、まずね、外側の方を削んなくてもいいぐらいちゃんと作れたなっていう時ですね。場合によってはね、その外側を外側まで、割とちょっと厚めに作んなくちゃいけないようなね、形状だったりっていう時もあると思います。そういう時はね、もうしょうがないですから。丸いまんま削って、削り終わってから少し溜めてやる。そんな感じにしてますね。どうしてもね、こういうせり出した形というか、逆バンクしてるようなね、形の場合って、あんまり、腰のあたりからね、薄く作っちゃうと、最後ね、下手ってなっちゃうことがあるので、やっぱね、限度ありますよね。はい、砲台ができました。これでほとんどいいんですが、ここら辺、腰からね、胴にかけてのあたり、若干もうたわみがこう始まってるあたりね、削りづらいので、ここは、ちょっとゆっくり回しながら、ですね、この平線のね、かきべらを
自分の普段はなるべく正面に近いところで当てるんですね。そうすることで、こっちからの抵抗に強いんですよ。だから押し戻されることが少ないんですけど、今回はなぞりたいので、形になぞりたいので、押し戻された方がいい。ということで、通常は真ん中に置いて削るようにするんですけど、ちょっとこっちの方のね、横の方にカンナを置いて削ります。そうすると、割と、形に沿って削ることができます。これ逆に言うと、通常ね、丸いのをちゃんと削りたいときに、こっちの方で削ってると、いつまでもその器のね、デコボコとかそういうのを拾ってしまって、まっすぐ削れないっていうことになりやすいんですね。なるべくね、こうラインが自然になるように削っていきます。ここはね、ちょっとゆっくり回して力加減もしながら、押し当て加減ですね。よし。で、僕はね、正面に鏡を置いてあるんで、鏡で真横からの、シルエットをちゃんと確認するようにします。よし、いいかな。そしたら削り目をね、軽く消します。これ水はね、つけたりつけなかったりするんですけど、今ちょっと水をつけてみました。それは土の状態とかによります。水つけなくても全然大丈夫な時もあります。ある程度削り目をきれいにしてあげます。よし、いいかな。はい、完成。よし。よし、いいと思います。はい、どうでしょうね。こんな感じでできました。見てください。でこんな感じで、ちょっとティアドロップ型にして、それから削るってことですね。あ、そうだ。どうしてかって言い忘れたね。たわめてから削った方が、たわめた状態で今度鋼台を水平にしますね。そうすると置いた時に、それ以上たわみが戻ることがしづらいです。戻りづらいです。それが、鋼台をまっすぐ削って、まだたわめる前にね、まっすぐ削って、で、最後に、たわめると、鋼台も一緒にこう上がってしまう可能性があるんですよ。そうすると鋼台のね、水平が取れてない状態になりますね。鋼台もこうなっちゃいます。そうすると、乾いていく時とかで、鋼台もこう落ちてくるんで、その時に上も一緒に落ちてしまう。そういう可能性があるということですね。もちろん鋼台ずらさないようにね、上だけ、たわめれるような形とか状態だったらそれはそれで大丈夫だと思うんですけど、鋼台ごと全部たわめてしまうと後々落ちてくる可能性が高まるということで、僕は先に、たわめて、それから鋼台を水平にします。そんなわけで、今日は片口の鋼台を削るときに僕がちょっと気をつけてることを紹介してみました。何かのね参考にしてください。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。